こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は C オーディオと Z レビュースのコラボモデル、リンコです。あと、今回はキーキャップも一緒にリリースされてるんで、そちらも触れてみます。YouTube は時間取れなくてほとんど見れないんで、この方初めて知ったのね。いつもより長くなりそうだから、早速見ていこうか。はーい。ハイファイ坊さんからリンコの案内が来た時、ベースヘッドだけどいいですかって言われたのね。ベースヘッドって何？頭にベースがくっついてるの？それは飛躍しすぎでしょ。この子に聞いてみたよ。へえ、そういうことなのね。ミミはベースの音も聴いてる人も好きだな。愛もベース好きよ。なんだってベースは重要だからね。価格は13,000円ぐらいで C オーディオの中ではエントリークラスになるのかな。パッケージ内容はこんな感じ。ケースは夢2と同じね。バンドルイヤピが特徴的。メモリーフォームとシリコンのハイブリッド。いいとこ取りね。リンコ用にカスタマイズされてるようだけど、ミミには外側のシリコンが滑っちゃってちょっと合わなかったわ。お好みでどうぞって感じね。単体だと1000円台後半で売ってるよ。バンドルケーブルはフォーストランド 6NOCC ツイストタイプ。色の感じ好き。サイズ、重さは上の通りで軽めて厚みも標準かちょっと薄め。フェイスプレートは航空グレードのアルミ合金。シェルは 3D プリントされたレジン。イヤーフィンの突起もないし、小さめサイズで愛の耳にはぴったりでした。ドライバーはハイブリッドで低域側がダイナミックタイプ1機。口径は公開されてないみたいだけど多分 10mm。そして広域側に 6mm のプレイナータイプが1機。この構成がちょっと目新しく感じたね。低域から中広域ぐらいまでの大域がプレイナーで広域が BA ってのが多かったからね。結果的にリンコはいい感じに仕上がってると思ったよ。そうなんですね。買おうかな。音質チェックしたくなってきました。でもその前に今回はキーキャップ、リンコタッチにも触れてみます。イヤホンのリンコと同時に発売になったキーキャップ、リンコタッチは全部交換するとこんな風にリンコがキーボード上に登場します。価格が9,000円ぐらいなんで自分の感覚だと安くはないけど使ってみた感じはかなりいい。素材は PBT、ポリブチレンテルフタレート。素材のメリットは上の通り。やっぱ交換するなら ABS だとテカリが目立つんで PBT がいいかな。詳細はリンク貼っておくのでそちらを見てもらうとして、ざっくりこんな感じ。交換はちょっと面倒だけど非常に簡単。キーボード買い替え紙替えになるので大満足。個人的にはこっちの方が打ちやすい気がした。元の状態との比較はこんな感じ。印象全然変わるでしょ。使用したキーボードは TKL で有線 2.4GB の無線 Bluetooth と接続方式がマルチで便利なモデル。コイルケーブルも付属してるのに6,000円台で結構いい感じでリンコタッチとの相性もいい。右上の写真の通り少し高さが低めになるけどむしろいい感じ。他のキャップも使ってみたのが左の写真。ファンクションキーが全部リンコになったり、オレンジのキー Z レビューズを使ったり、これも悪くない。遊び心のあるキーキャップだけど作りはしっかりしているんでおすすめです。はい、リンコタッチも欲しくなってる愛ですが、イヤホンのリンコに話を戻しましょう。サウンドチェックですが、まずイヤピのチョイスからですかね。そうだね。リンコの波形はこんな感じ。見た目以上に聞いてみると重たい低域が印象的。広域はできるだけ残したいのでムーンドロップ、スプリングティップスにしてみたよ。比較モデルは何かな？それがこれというモデルがないんだよね。ドライバー構成が同じものは手元にないんで、同じ C オーディオの 1DD プラス 2BA の夢2にするよ。夢2を音調整の基準にすればリンコのベースヘッドの感じも伝わるだろうし。そうねそうね。バランス型の夢2いいね。ではサウンドチェックゴーゴー。音量上がるよ。
はい、サウンドチェックでした。リンコのベースヘッド感伝わりました？忘れてたけど、夢2も低域しっかり出るタイプだった。夢2を基準に音調整してるから、リンコの小域が暗めに感じたと思うけど、実機で聞き比べた印象も同じ。リンコの低域の重たさは、ちょっと再現しきれなかったかな。やっぱり EDM 系に向いてるんですかね？そうだね。サウンドチェック、4つ打ちの曲ばかりになっちゃった。量感プラス重たさもあって、全体的にパワフルな感じ、いいよね。でも、波形上は、そんなに低域に特化してる感じには見えないんだわ。低域が強い KZZAS の波形重ねてみたけど、レベルだけで見ると、ZAS の方が出てるよね。広域の出方の違いも関連していて、超広域はプレイナーの特徴が出てるようだけど、この辺がちょっと足りない感じするんで、低域がより聞こえやすいみたい。リンコの印象をまとめたんで、ミミィちゃん読んでくれる？はいはい。重たい低域、音近めでパワフル、低域の細かいフレーズの表現は苦手っぽい。スネアは普段聴いてるより太く振動になったのかと思った。ドラムは全体的にビーターや川鳴りのアタック部分が弱めでちょっとはっきりしない。ボーカルが大きめの曲では案外いいバランス。視察音もほぼ感じず、刺さる感じもない。広域ははっきりしてるが線が細め。シンバル系は存在感はあるが前に出てくるほどではない。シンプルなビートでダイナミックな曲が得意そう。なるほどねー、大体わかったわ。でもさ、波形で見るより低域が強く感じるのはなんでかしらね。もしかしたらここなのかな？ EQ 処理でリンコを夢2の特性に合わせてみた。面白いね。じゃあ、夢リンコだね。あはは、まあそうだね。これで聞いてみると、中域の減衰が埋まり、強調された低域はある程度抑えられた。夢リンコ状態でも、低域と高域のリンコの特徴は残ってた。リアル夢2の方が柔らかい質感に感じた。ZAS も含めて、いわゆるドンシャリ系カーブで、この帯域を絞ることで、低域がより目立ってるみたいだね。それと、内部がちょっと透けて見えてこのチューブみたいなのが、同音感なのか、気圧バランス構造なのか、ちょっとわからないけど、なんか工夫されてるみたいだね。量感だけで比べると ZAS ほどではないけど独特な重たい低域は魅力。低域の魅力は分かったんですけど、愛はちょっと低域落として聞きたいんですよね。まあそういう人もいるよね。実は私もなんだけど、こんな風に2つのポイントの EQ 補正しただけでだいぶ印象変わったよ。実はこれやったらリンコ大好きになっちゃった。印象の変化はもともと近めに感じてた音、ディテールが分かりやすくなった分没入感が上がった。波形では分からないアタック感、パンチ力は最近聞いた中では抜群。サウンドステージは一定以上の広さは感じないが、低位感ははっきりしている。目の前で音が浮かんでいる雰囲気が味わえる。ボーカルものだと 5.6 キロ付近の補正はない方が自然かも。低域が好きな人には無料の補正だけど、愛ちゃんには参考にしてもらえそうだよ。はい、後でやってみます。最近バランス重視のチューニングが増えてるように思いますが、リンコはあえてベースヘッドと特徴をはっきりさせている点と、ドライバー構成に変化を持たせ、プレイナーが攻撃側にいる点が面白いところだと思いました。個人的には EQ でちょっと補正し、バランスを取った後の印象が非常に気に入りましたが、低域重視の方にはおすすめできますし、C オーディオファンにはおすすめなんてしなくても、もう買ったよって言われそうですね。ということで、C オーディオと Z レビューズのコラボモデル、リンコのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。